はいどうも金子でございます。ということで現在朝の5時でございます。で5時だけどまだ暗いですね。今日はお久しぶりに一式の市場に来ました。最近ね柳橋ばっかでこっち来てなかったんで、どうだろう3ヶ月4ヶ月ぶりぐらいですかね。もうだいぶ冬も近づいて寒いので、冬のお魚秋のお魚いっぱいあると思いますんで探していきたいと思います。寒っ、ちょっと声震えちゃってますけど、まず見に行きましょうか。すごい人だ。やっとね、カニがすごいじゃないの。これでメスね、こっちメスこっちオスね。でも今ねオスがうまいんですよね。これ全部でだって7000円ですよ。バカ安いな。いやカニもいいな。ここもカニだ。カニいっぱい。ハモ1匹200ハモ1匹100円。ハモ100円安いね。これは姫路か。おじさんかまぼこにしてもいいな。カワハギ売ってる。カワハギだ。カワハギにしようかな今日。いやちょっとこれカワハギが濃厚ですね。でもちょっといろいろ見ますか。これはアマダイね。アマダイもいいね。車エビの天然もある。そう天然ね。これはうまいぞ。うわこんなん売ってんの。ボラの卵の生のやつだ。てか1000円って安いな。1腹1000円。これめっちゃ安い。ありえんよこの値段。いいマハタだ。これよう超えとる。でも実はね今日狙っとった魚がおって、サワラ狙ってたんですけどちょっと小さいな。サゴシだなこりゃ。でも2000円いい値段ですよね。今の時期このぐらいのサイズのサゴシでもめちゃめちゃ脂あるんですよ。ただサワラだったらもっとよかった。サワラあるかな。塩サバだって1尾200円。地のやつね。自家製のやつ。いいハマグリだなこれ。これはうまいぞ。1個250円。このサイズで安い。焼きならこっちで、酒蒸しとかだったら絶対このサイズなんですよね。まだサンマも売ってるね。サンマ鮮度いいな。サンマまだあるんですね。悪くないぞこのサンマ。鮮度はもちろんいいしそんな細くないですね。松川ガレーじゃん。松川あるよ。すげえ。おはようございます。すごいな。エビちゃんもいる。伊勢エビちゃん。伊勢エビ1匹6300円。うまそうこれ。この金目もいいね。こいつうまそう。マグロ系ですねこっちがね。マグロ系。ここにもカワハギ売っとるね。カキ売っとる。うまそう。でも今日はちょっと牡蠣やめておきますか。ちょっと牡蠣が続いてたんでね、自ら牡蠣に対して制限かけていかないと、もう2本に1本牡蠣の動画になっちゃうんで、ちょっと今日は制限かけます。いいマアナゴ1尾800円。このぐらいが釣れたら最高ですよね。これ生きとるからね、しっかり血抜きしてお刺身でもいけますよね。これハゼ売っとるし。マハゼ、これ今からね焼きハゼとかにしてお正月の。何これ。何これ。ヒゲ剃り鯛の池だって。珍しいな。一瞬メバルかと思った。なんか匂うなと思ったらやっぱこいつだ。モクズガニ。もうこんな時期ですね。叩き潰して汁にするやつね。何これ珍しい。うなぎの干物だって。これ珍しいですね。ちょっとこれ買ってみますか。珍しいです。すいませんうなぎの干物をください。これめっちゃ楽しみだな。1500円ね。ありがとうございます。ありがとうございます。ゲット。じゃあやっぱあとはカワハギかな。カワハギもうないじゃん。カワハギなくなってる。買っとかなきゃダメだった。ミスった。カニ汁とか。ミスった。おった。まだおった。危ねえ。おった。お母さんいい？カワハギこれ全部もらっていいですか。よし、締めてもらうんでね。
さすがにちょっと生きたまま持って帰ると血が回っちゃうと思うんで。おお、閉まりました。もうこれ僕が買うんで触っちゃいますけど、まあ肝は入ってそうですね。あ、これ良さそう。いい感じいい感じ。っていうか3匹で1980円なの？1匹1900円だと思ったら3匹で1900円だった。安いな。めっちゃ安かった。まあ今日はこんなもんでいいでしょう。カワハギの肝あえ作りますか。あとうなぎの干物の焼きと。よし、というわけで帰りたいと思います。それでは草く。ただいまということで、本日の戦利品がこちら。まずはこちら、カワハギ、そしてうなぎの干物、そして生牡蠣でございます。生牡蠣結局買っちゃいました。パックのやつ400円だったんでね、これ買っちゃいました。ほんでこれ、うなぎの干物。これめちゃくちゃ気になります。本当に気になる。サイズ的にはね、1尾 200g ぐらいのサイズのちいちゃめのうなぎを干してありますね。ほんで、今日こちら、カワハギですね。いや、最初ぐるっと回った時ね、いいカワハギが生きてたんですよ。あれ行こうかなと思ったんですけど、もう一周してる間にいなくなっちゃいましたね。でもね、奥の方になんか3匹いました。俺1匹1900円かなと思ったんですけど、3匹で1900円でした。安いですよね。でもね、まあ正直、最初に泳いでいたやつの方が、物は良かった気がしますね。肝も入ってた気がします。まあでもこの時期なんでね、まあ多少はいいと思います。なんで今日はこちらのカワハギを使って、カワハギのお刺身、肝醤油でいきましょう。そして、頭は煮付け。ほんで、骨はカリッカリに焼いて、日本酒に沈めて、ヒレ酒みたいな感じじゃないですけど、カワハギの骨酒で、今日は日本酒、熱燗でやっていきたいなと思います。もう無駄なくいただきたいなと。よし、じゃあ、まずさばいていきますね。さあ、まあ一番肝がありそうなのはね、こいつなんですよね。これ多分いいですよ。うん。まあでも全体的にはいいですけどね。ちょっと行ってみますか。まずはこの角危ないんで取っちゃいます。はい、角が取れましたら、今日はお刺身なので、この段階で頭取っちゃいます。いきますよ。ビビビビビビ。おー、入ってる入ってる。まあ、肝パンってことじゃないですね。肝パンではないですけど、やっぱ6割ってとこでしたね。そしたらこの肝の付け根を指で外して、よいしょ、肝を取っていくと。養殖のカワハギとかだと、肝パンパンに入ってるんですよ。本当にすごいです。もうこれのね、10倍ぐらいの肝が入ってるんですけど、でもね、やっぱ天然のカワハギの肝と養殖のカワハギの肝、まるで違うんですよ。別物なんですよね。養殖の餌を食べて、肥大化させた肝と、この天然物でいろんな美味しいものをつく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 つっついて食べて、築き上げた肝とではまるで違うんです。旨味も香りも全然違う。それ養殖物なんでちょっと脂っこいんですよね。やっぱりね、天然物が好き。まあでも養殖物は養殖物で、1年を通して安定して供給されてるんで、それはそれでね、助かりますけどね。どうしても我慢できないとき、僕養殖買って食べちゃいますから。もうそのぐらいカワハギって魅力がある魚なんですよね。本当に白身魚で僕、ベスト3には入りますね、カワハギは。まあでも肝ありきの話ですけどね。この肝と、この淡白な白身を一緒に食べると、もう最高にうまいんだ。ピローと取ります。で、このね、黄色いこの玉みたいなやつ。こいつが、ニガ玉。ニガ玉って緑色のイメージがありますよね。でも、カワハギのニガ玉っていうのは、こういう風に黄色っぽいんですよね。このニガ玉は絶対取ってください。これ本当に煮付けとかにしても、これが入ってるだけでめちゃくちゃ苦くなります。料理が台無しになっちゃうぐらいなんで。で、このニガ玉と、あとこの腸ですね。カワハギっていうのは何でも食べます。貝とか、ウニとか、そういうガチガチした硬いものも、強靭な、この硬い歯でね、食いちぎって食べますんで、この腸に貝殻がいっぱい詰まってる時があるんですよね。なんでこの腸も必ず取ってください。あ、こいつもいいな、ちっちゃいけど。これ多分一番いいかも。まあやっぱ季節が季節なんで、肝はやっぱ入ってますね。あ、一番いいですね、こいつ。肝もすごく綺麗な色してる。これはうまいと思います。ほら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 。うわー、うまそう。食いてー。もうこの段階で口の中放り込みたいですもん。ほら。うまそうな肝。はい、そしたら次、頭の処理していきましょう。頭ってね、意外と捨てちゃいがちなんですけど、カワハギの頭は結構ね、煮付けにすると食べるとこたくさんあります。まずこのくちばしは僕取っちゃいます。くちばしを取って、こういう感じですね。結構硬いんで、出刃でいくことをお勧めしますよ。家庭用の包丁とかだとちょっときついかもしれないですね。こんな感じ。そしたら、まあ、取っかかりどっか作って、まあ、どこでもいいです。で、その取っかかりから剥いていくと。ピロピロピロっと。はい、こんな感じで剥けました。そしたらこのとんがったところですね。ここギザギザなんで、これは取っちゃいます。
はい、この状態にします。そしたらここにエラが隠れてますんで、エラを取ります。ここパカッと開けて、で、こうエラ見えますよね。エラ見えたら、これを、指とかでも何でもいいんですけど、取っちゃってください。くるっと。カワハギのエラはそんなに鋭くないんで、手でも取れるかなって感じですね。はい、こんな感じ。で、あとはここに腎臓がちょっとついてますんで、これを取っていくと。はい、こんな感じで頭の処理が完成ですね。そしたらこれを煮立てていきます。では煮付け作っていきます。まずはフライパンに日本酒をたっぷり。今日は水なしスタイルでいきます。日本酒がベースとなっていきます。で、今日はちょっと甘めに作りますか。お酒にザラメを入れます。で、さらにみりんも入れます。テリテリの甘々にしていきますね。で、火にかけてザラメを溶かしていきます。はい、ザラメがある程度溶けましたら、そこにカワハギの頭を入れます。そしたらカワハギの頭にしっかりと砂糖とみりんの甘みを入れていくと。はい、ある程度火が入ったらそこにお醤油を落とします。僕はね、濃い口醤油が好きです。ちょっと濃いめに作りますね、今日は。で、これでもう少しとろみをつけていきます。はい、いい感じに水分が飛んで、ほら、照りがついてきましたね。うまそうですよね。はい、これでカワハギの頭の煮付けの完成。そしたらこちら3枚におろしていきますね。で、この状態からお刺身に取る場合は、皮ついたまま3枚におろすやり方もあるんですけど、僕はね、もう皮取っちゃいます。皮取っちゃった方が、なんか包丁が入りやすいので、ビリビリビリっと。うわー、身が綺麗だ。泳いでただけありますね、まだ。ツヤツヤですよ。めちゃくちゃ綺麗ですね。これは何してもうまいですよ。よし。で、またカワハギはね、この皮剥ぐ瞬間が気持ちいいの。いきますよ。音聞いとってくださいね。気持ちいい。最高ですね。はい、そしたら3枚におろしていきます。で、このヒレがありますよね。このヒレは、こう取っちゃった方がさばきやすいです。慣れてる人はヒレついたままでも簡単にさばけちゃうんですけど、あまり慣れてない方はね、こうやって魚のヒレは取ってあげた方が、さばく時に邪魔にならないんですよね。ここに包丁を入れる時にヒレがどうしてもこう、絡まってきちゃったりすることがありますんで、これね、取っちゃった方がいいです。これがね、カワハギだけじゃなくて、どんな魚にも言えますね。で、一回一回まな板はきれいにしましょう。もうこの状態になったらまな板めちゃめちゃきれいにしてさばきます。お刺身にするときはこのまな板をきれいにするっていうことめちゃめちゃ大事なんですよね。まな板に魚の血とかがついてる状態でお刺身引いちゃったりするとほんと臭い刺身になるんですよ。そういうお刺身を食べると魚が嫌いになってしまいます。しっかりと処理された鮮度のいい白身魚なんて僕ね、嫌いな人そんないないと思うんですよね。じゃあいきます。まずは下から1本こういう風に入れます。ゆっくりゆっくりで入れていきます。で、剥がしながら。で、この状態で腹骨を断ち切って、でそこからさらに包丁を入れて背中まで到達すると。はい、こんな感じ。で、こっち側も一緒ですね。こう入れてって、で、下身の方はね、こう、さっきのやり方だと失敗する確率高いんで、下身の方はこうやって両サイドから入れていきますか。手を置いて開きつつ包丁を滑らしていくと。そうすると綺麗にさばけますよ。で、ここ腹骨をちょん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 と包丁の先っぽで切って、はい、あとはシュッと。はい、こんな感じ。綺麗におろせました。ちょっとちっちゃいんでね、コツはいりますけど、コツさえつかめばもう簡単。で、尻尾を切っちゃいます。こんな感じ。
じゃあもう一回いきますね。ピーッと入れて、でここら辺で1本切ります。でここで1回包丁を落とし込んで角度を変えます。ここに背骨がありますんで、この角度のままいっちゃうと身がかなり残っちゃいますんで、ここまで来たら包丁を落とすと。落とし込んだらその角度のまま滑らしていくと。はい、こんな感じ。はい、一丁上がり。はい、このようにさばき終わりましたら、まずはこの骨をカリカリに焼いていきましょう。この時期はなぜか炭が炊けているんですよ。やっぱ炭ってね、いいんですよ。この炭とか焚き火って本当にね、大好き。なんか落ち着きますよね。そしたらこれに網を乗っけて、でちょっと網を余熱で温めます。網を温めることによって魚がくっつきにくくなります。よし、焼いていきます。パリッパリにしていきたいですね。ちょっと香ばしいぐらいの感じが最高だと思います。じっくり焼いていきましょうか。日本酒、これワインか。これもワインだな。あれ日本酒あったかな。あるか。でも純米大吟醸か。もったいねえな。これなんだ。これ飲んでみるか。で熱燗はね、割と結構お値打ちなやつでも美味しいんですけど、今日これあったんで飲みますか。おお、このぐらいにしとこうか。もうちょっといくか。このぐらいにしとこう。そしたらセットして、よし、熱燗を作っていきます。よし、できました。このぐらいパリパリになったら OK ですね。うわ、もうカリッカリですね。よし、これで骨のパリパリ焼きの完成。よし、そしたら刺身引いていきます。お腹の膜を外します。シュッとね。腹骨はないんですけど、お腹の膜がちょっとありますんで、お腹の膜を切って、で、この締め跡ですね。締め跡にちょっと血がついてますんで、ここもったいないんですけど、ちょっと取ります。生食で食べるものなんでね。そしたら、ここ、カワハギはね、強い骨が、ここ入ってますんで、ここ割っちゃいます。これ抜こうと思うと、まあまあ大変なんですよ。こう、カワハギの血合い骨って、ぐっとこう、食い込んでるんですよね。なので、抜けないんですよ、なかなか。池だとなおさら。なので、これでできるだけ、身を削らないように、中骨だけを外しますと。ほら、わかりますかね。すごい食い込んで入ってますよね。これがね、なかなか取れないんです。そしたら薄皮を剥いでいきます。これがちょっとテクニックいりますよね。まな板と包丁をピタッとくっつけて、ゆっくり小刻みに動かすと、はい、薄皮だけきれいに取れます。これを取るか取らないかでは刺身の質が全然変わります。はい、こんな感じ。綺麗ですね。で、薄皮なんですけど、こんだけ薄く取れた場合は、まあ、やらなくてもいいと思うんですけど、ちょっと身がついてしまった場合ですね。そういう場合は、これボイルしてお刺身につけると、それはそれでまた美味しいです。こう取って、で、割ります。で、皮を剥いでいきます。はい、こんな感じ。コツつかめばね、めちゃめちゃ簡単です。はい、このように柵状にできましたら、これを切って盛り付けていく。今日は長細いお皿にこういう感じでいきましょうか。まずは肝、これをぶったたいていく。で、ここにたっぷりと入れていきます。ちょっと粒を粗めにしました。これ裏ごししてもまたクリーミーでうまいんですけど、ちょっと今日は粗めの肝でいきます。そしたらこちらの身を切ってお皿に盛り付けていきます。
はい、じゃあ完成いただきます。よっしゃ、食べていこう。いや、意外と豪華にできましたよ。ちょっとまずね、もうちょっと我慢できないんで、生牡蠣ポン酢からいかしてください。あ、喉乾いたなーでみんな水飲むじゃないですか。僕それが喉乾いたなーで牡蠣吸いたいみたいな、そんな感じです。いただきます。うめえ。あ、潤った。じゃあまず、お酒からいきましょうか。お熱いうちに、パリパリに焼いたカワハギの骨。ちぎって、湯飲みの中に入れていきます。ポンポンと。よし、このぐらいたっぷり入れますか。入りました。そしたらここに熱燗を注ぐと。うわー、すごい。もうなんか出汁が出てきてる。全部いっちゃおう。でもうちょっと出汁が出るまで待ちますか。その間に今日の本命こちらいきます。カワハギのお刺身。お醤油に肝を入れて、これ1980円ですからね。自分で作ったら。自分で買いに行って自分で作るとやっぱお得ですね。じゃあ3枚ぐらいいきますか。肝醤油にもたっぷりつけてもこのぐらいいただきます。うまい。神がかってるわ、うまさが。やっぱこの時期のカワハギはマジでうまい。でからのこのカワハギの骨から出汁がたっぷり出たこの熱燗、これいただきます。うわー、うまい。たまんない。うわ、これめちゃくちゃうまいな。あったまる。飲んだ瞬間にほか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 ってきてる。最高ね。そしたらお次、このカワハギの頭の煮付け。本当はね捨てちゃうとこなんですけど、こうやってね煮付けにすると意外と食べるとこ多いんですよ、カワハギの頭って。まずこのカマの下ですよね。これも全部身です。骨なくて食べれます。あと頭の方に行きまして、こう頭肉ですね。ここ頭肉ちょっと残ったところ、ここも食べられます。頭肉で、ここほっぺたの肉ですね。ほっぺも食べられます。ほらこんなに取れるんですよ。これもつまみになりますからね。甘めに作ったタレにたっぷり絡めていただきます。うまい。カワハギはうまいな。これ肝も一緒に煮つけるとまたそれはそれでねうまいんですよ。なんだ、肝なしのカワハギの煮付けもまたね淡白で味があって美味しいですよ。次いきます。僕がめちゃめちゃ気になってたうなぎの干物、パリッと焼きました。どうなんでしょう。穴子の干物とかはね有名ですけども、うなぎの干物初めていただきます。おお、あ、うまい。うわ、これ不思議な味だな。穴子のみりん干しみたいなテイストですよ。あれが好きな人は絶対好き。そこにうなぎ独特のちょっとこう香りで、うなぎの脂、これ日本酒に合うな。これうなぎいって、うまい。からの骨だけ、うわたまんねえわこれで。時折生牡蠣、うまい。それじっくり食べていくよ。ごちそうさまでした。ということで今日は久しぶりに一色の朝市に行ってカワハギ、そしてうなぎの干物買って食べてみましたけども、うまかった。カワハギが超掘り出し物でしたね。1匹600円ちょっとであんな立派なカワハギが買えたんでね、めちゃくちゃいい買い物できました。本当はねカワハギ自分で釣りたくて結構ね行ってるんですよ、防波堤とかも。でことごとく釣れなくて、もうずっとボツを食らってるんですよね。3回連続ボツとかそんな感じですよ。いやもう今日はしびれを受け出して買っちゃいましたけどね。まあ、今年中にねなんとかカワハギ自分で釣ってもう一回カワハギやりたいですね。肝パンパンのやつ釣って。はい、というわけで今日はご視聴ありがとうございました。バイバイ。